あと56日なのだ。56日後にあなたのガソリン代が確定するのだ。今、ホルムズ海峡は完全に封鎖されているのだ。日本の石油備蓄は法定で90日分あるとされているけど、実は民間在庫を含めると実質70日を切っているのだ。つまり、あと56日で勝負が決まるのだ。56日ですか？それって、もしホルムズが開かなかったら、日本のガソリンが本当に消えちゃうってことですか？その通りなのだ。そしてここが落とし穴なのだ。トランプが、ほぼ合意した、と宣言した和平交渉。表向きはホルムズ再開で日本のピンチが終わるはずなのだ。だけど、イランとアメリカの発表を読み比べると、とんでもない矛盾が見えてくるのだ。まずは事実から整理するのだ。アメリカ時間の5月24日朝、トランプはソーシャルメディアで、米国、イラン、そして複数国家の間でほぼ交渉がまとまったホルムズ海峡の再開を含む、と発表したのだ。その直後、サウジアラビア、UAE、カタール、トルコ、エジプト、ヨルダン、バーレーン、パキスタンの首脳と電話会談をしたのだ。ほぼ交渉がまとまった？つまり、まだ完全には決まってないってことですか？ここが大切なのだ。トランプがほぼ交渉がまとまったと言ったのは、まず第一段階として了解覚書を結ぶ、つまり両国がざっくりこの方向で進めようねと合意したというレベルなのだ。その後30日から60日かけてさらに詳しく話し合うという流れなのだ。つまり本当の交渉はこれからなのだ。ではここからが本当に大切なのだ。イラン外交部は土曜日、ホルムズ海峡はイランの管理下で再開するという立場を改めて強調したのだ。一方、トランプはホルムズが再開されると単純に宣言したのだ。同じ再開という言葉なのに意味が全く違うのだ。管理か？それはつまり、イランが、ホルムズはイランのもの、イランが許可した船だけが通れるって言ってるってことですか？正確にはそういうことなのだ。イランの立場は海峡の主権はイランにある。アメリカが再開という単独の判断をすることはできないなのだ。つまりイランの再開とアメリカの再開は定義が異なるのだ。イランはイランが決めた条件での再開を意味し、アメリカは国際ルールに基づいた再開を意味しているのだ。さらに大きな問題がもう一つあるのだ。トランプはこの合意には格納縮の制限も含まれると言わなかったのだ。ファイナンシャル・タイムズの報道によると、アメリカは本来イランの高濃縮ウランを制限することを目標にしていたのだ。だけどこの了解覚書にはそれが明示されていないのだ。つまりアメリカはここで大きく譲歩したのだ。アメリカはもともとイランの核はダメって厳しく言ってたような記憶があるんですけど、それなのに後回しにしますねって引いちゃったってことですか？その通りなのだ。これがアメリカの弱さを示しているのだ。イランはずっと核交渉は停戦の後という立場だったのだ。つまりまず戦争を終わらせろ、その後に核について話し合うという順序を主張していたのだ。アメリカはこれに折れたのだ。ホルムズの再開と60日の停戦延長で手を打つことにしたのだ。そしてもう一つ重要な事実がある。イランは土曜日に26歳の男をアメリカとイスラエルのスパイ容疑で処刑したと発表したのだ。戦争中の傍聴活動を示すこの行動は、アメリカはまだイランを完全に信用していないというメッセージでもあり、イランはアメリカの動きを監視しているというメッセージでもあるのだ。つまりこの和平交渉の後ろ側にはお互いへの強い不信感が残っているのだ。ちょっと待ってください。つまりほぼ合意したと言いながら、ホルムズの管理方法では意見が違ってて、核交渉は後回しで、その上相互不信があるってことですか？これって本当に合意と言えるんですか？そこなのだ。これが日本への直接的な影響なのだ。今日本のガソリン小売価格は1リットル215円前後なのだ。これは2014年以来の高水準なのだ。理由はホルムズ海峡の石油供給がほぼ完全に止まっているからなのだ。もしホルムズが本当にイランと米国の合意通りに再開されれば、3ヶ月以内に日本のガソリン価格は160、
180円前後まで下がる計算なのだ。つまりあなたのガソリン代は月3000円以上安くなるのだ。年間にすると4万円以上なのだ。ただしこれは再開がスムーズに進んだ場合の話なのだ。でも、その、スムーズに進んだ場合、ってのが怪しいってわけですね。この矛盾とか不信感があるから、再開が延期されるシナリオもあるってことですか？まさにそうなのだ。というのも、この了解覚書は、60日の停戦延長を前提にしているのだ。つまり、あと56日で大きな崖があるのだ。もし60日以内にホルムズの管理方法や核交渉の詳細で合意できなければ、停戦は終了し、戦争が再開される可能性があるのだ。そうなれば、ホルムズは再び封鎖され、日本のガソリン価格は250円超まで跳ね上がるのだ。だから冒頭であと56日で勝負が決まると言ったのだ。今世界中が和平合意したと喜んでいるけど、実はアメリカとイランが再開の意味すら共有していないのだ。この矛盾がどう解決されるか、それが日本のあなたの家計を左右するのだ。つまり、要点はこうですね。ほぼ合意って言ってるけど、ホルムズの管理方法で意見が割れてる。核交渉は後回し。イランとアメリカは不信感を持ってる。そして、崖まであと56日。そうなのだ。そして僕の個人的な見立てを言うのだ。このままいくと、30日から60日のさらに詳しい交渉で、ホルムズの管理方法についてのすり合わせが進まずに、イランが海峡の再開を遅延させるという作戦に出る可能性があるのだ。なぜなら、イランは時間稼ぎをすることで、アメリカの政治的な圧力を高められると考えているかもしれないからなのだ。つまり、日本のガソリン代が安くなると思ってたら、36日後に再開、いや27日後に、みたいに何度も延期されるってことですか？その可能性は十分あるのだ。だからこそ、日本の日銀や政府は、56日以内にホルムズが再開されることを前提に政策判断してはいけない、と僕は思うのだ。むしろ、120日間、高いガソリン価格が続く、という前提で、家計支援策を用意しておくべきなのだ。今のあなたの月3000円のガソリン削減は、確実ではない約束、なのだ。明日はイスラエルがこの和平合意に激怒した理由を掘り下げるのだ。それはアメリカが隠していた別の情報を示唆しているのだ。チャンネル登録して待ってほしいのだ。また明日なのだ。